ペンネーム翔太さん、30代の男性からいただいた相談です。はじめまして。僕はこれからフリーランスで動画クリエイター、動画編集マンとして動画制作を生業にしようとしている35歳の男です。太后上様にぜひアドバイスをいただきたいことがあってメッセージを送らせていただきました。僕の悩みはどうしてもお金をいただくということが怖くてできないのです。通常であれば自分で値段設定をし、それをクライアントに納得していただき、依頼をお受けするのが一般的なのかもしれません。僕はまず値段交渉が怖くてできないのです。これからしっかりそれで食べていくには、それなりの金額をもらわないといけません。いつまでもボランティアをしている場合でもありません。何か打開する手立てがあればアドバイスをいただきたいです。僕の中では何か考え方を変えれば打開できるのではないかと考えています。よろしくお願いします。四宿という言葉があります。四宿。四宿というのは百獣のライオンがサバンナで吠えるっていうことなんですね。ライオンが吠える。恐ろしいですね。近くにいたら震え上がると思います。ライオンは百獣の王というぐらいですから、やはりサバンナの中で圧倒的な存在感を持っています。ライオンは1日10時間以上寝るそうです。一方、草食動物であるキリンとかシマウマとかというのは1日1時間から2時間ぐらいしか寝ないと言われています。しかも例えばシマウマは1時間ずっと寝るんじゃなくて1分とか2分とかっていう短い時間、後ろ足を曲げて立ったままじっとしてる。その1分2分ぐらいの短い睡眠を合計してトータルで1日1時間2時間ぐらいしか寝ないんですね。強いものと弱いもの、自然界においてはそれが睡眠時間に大きくはっきり現れてくるんです。サバンナの中で10時間以上大自然の中でですね、寝てる時間、睡眠時間を取れるということはそれだけ強いっていうことです。そのライオンが吠えるときは弱々しく吠えるでしょうか。吠えませんね。ライオンが吠えるときっていうのはもう周りの動物とか植物とかみんながこう震え上がるような声で堂々と吠えます。この堂々たるライオンの鳴き声、ライオンの吠える声、そのようにですね、お釈迦様は法を説かれたと言います。つまりお釈迦様の教えというのはそこにね、悟りを開かれた人ですから迷いとか遠慮とか、それから謙遜とか、何かこう自分に対してのね自信のなさとか、そういったものが一切ない。自分の真実を、真理を悟った人ですから、1ミリもぶれることなく、1ミリも臆することなく、堂々とライオンが吠えるようにその教えを説かれた。これが四宿です。獅子が吠えるということですね。さて、ビジネスの世界を見てみると、今世の中にはあらゆるサービス、あらゆる商品がありますね。あらゆる商品、あらゆるサービスがある。でね、このあらゆる商品、あらゆるサービスっていうものを見てみるとね、まあ値段が、価格はまちまちなんですよ。1個数百円で、100円で売ってるというバッグもあれば、1個何十万円とかするバッグもあったりします。服でもそうですね。もう一着1500、600円とか数百円とかでも下手すると売ってるものもあれば、
ね、T シャツでもそうです。T シャツを1,000円しないぐらいで売ってる T シャツもあればね、1万円の T シャツで何万円もするものもあるんだ。靴もそうじゃないですか。車でもそうですね。1台3億4億する車もある。5億する車もある。1台数十万円で買える車もある。なんでそんなに同じカバン、同じ靴、同じ車、ね、なのに値段の開きがあるのか。その理由は100円で物を買う人もいれば1億出して物を買う人もいるんです。私のいるこの複合寺でもやっぱりお檀家さんいろんな方おられるわけですね。お檀家さんたちの中にはいろんなお仕事なさっている方があります。1個1円のものを年間数億作ってる、数十億作ってるっていう人もいます。売ってるっていう人もいますね。でも1個1億円のものを年間数個売ってるっていう人もいます。まあ本当にいろんな人たちがいる。でも先ほど言いました。なんで世の中にこのいろんな価格があるのかって。その価格がついているということはそれを買う人がいるっていうことなんです。翔太さんの問題は何かというと、翔太さんが価格を自分でね、お客さんにお金を請求できないということではないんです。翔太さんが自分に自信がないっていうことなんです。これが一番の問題。動画制作っておっしゃいましたね。この一問一答も動画制作をするスタッフがいて、並んだ出版っていうところがやってくれてるわけですけど、動画一本撮っていくのに、ざっと見るとね、今ここにある機材でもカメラが2台あります。おそらくカメラ1台10万円以上するんじゃないですかね。そしてその動画を撮ったものを編集していくっていうパソコン、この並んだ出版の部屋に行くと1台100万円以上するコンピューターが何台もあるわけですよ。で、なんでそんなにもパソコンするのかなと。私が使ってるパソコンって10万円以上しないので、10万円ちょっとするものもありますけど、そんなに高い値段じゃなくても十分今は安いコンピューターで仕事もできる。でも例えば動画を書き出したりとかね言った時にやっぱり値段のそれなりにするハイスペックなコンピューターを使うと早く書き出せる。なのでどんどん動画制作もできたりするということで全然違うんですっていうんです。それがね。でやっぱりそれは書き出し時間っていうのも違う。ね、明らかにパフォーマンスが違う。でもそれで赤字になってるんだったら困りますけど、そうでなくてちゃんと事業が継続できているんだったらそれはそれでいい。この一問一答をご覧になっている方々は私がお寺のお坊さん住職っていうだけでなくて、いろいろな事業をしたりあるいは事業に投資をしたりっていうことをしてるっていうことを知っててくださる方もあると思うんですね。初めて聞いた人はそんな話聞くとなんだ金儲け坊主だっていう人がいるかもしれませんけども、私もいろいろなことをこれまでやってきました。そんなね莫大な大きな大企業を作るみたいなことはしてませんけれども、ちっちゃくちっちゃく商売をしてきました。でそんな中で私が自分のところでオリジナルで商品とかサービスを開発して出すことがあるんですね。でこの時に私がいつも大事にしていることがありました。ね、あります。それはね何かというと、私はいつも値段設定をするときにやっぱり何か一つの商品とかサービスを作る時っていうのはもうそれこそ命がけでそれを作りますから、いい加減にこれやったら売れるかなって言ってものを作ること、サービスを作ることをしませんので、これを皆さんに届けたいっていうものをそれなりに時間をかけて一生懸命作ります。でそれがいいものかどうかっていうのは私の評価じゃなくて皆さんの評価なんです。ただ私が価格を設定するときにいつも気をつけていることは何かというと、どうしてもこれが欲しいという人しか買えない価格であり、逆にどうしてもこれが欲しいと言ってくださる方が買えない値段にはしないというのが私の価格設定なんです。
ちょっとなんか回りくどいような顔なんですけど、もう一度言います。どうしてもこれが欲しいと言ってくれる人しか買わない値段であり、どうしてもこれが欲しいという人が買えない値段にはしないというのが、私の何か商品を作ってサービスを作って、そしてそれに価格をつける時の設定基準だったりします。ね、そう定めてます。で、まさにね、値段っていうものをこれから翔太さんは自分で自分の動画制作を売っていくんだったら、同じ動画制作でもね、これもまた値段ピンキリですよ。本当に値段は本当に大きく価格差があります。ね、でもね、もし翔太さんが作った動画が本当に依頼主のニーズをきちんと満たせば、ね、依頼主がこういう動画を作ってほしいっていうものにぴったりと一致する、その目的を果たせばね、その動画の値段なんていくらでも変わるんですよね。いくらでも変わります。私はナーランダ出版の人たちが作る動画っていうのは、これはすごい価値がある動画だと思ってますから、それは決して、安く売るんだったら安く売る。でもやるんだったらちゃんとやる。というそういうことを、彼らにもいつも言うんですけれども、とにかくボランティアでやるんだったらボランティアでやったらいいんです。でもお金をいただくんだったら、現時点で自分がつけられる最高の金額をつけなさいっていうのが、私はビジネスをやる人たちには皆さん伝えていることです。で、翔太さんね、先ほど言いました。私はどう考えたらいいんでしょうかじゃないんですね。翔太さんが必要なことは私粛するっていうことです。一番最初に個人事業として、自分で動画制作としてフリーランスで独立しようと思うんですって言うんだったら、自分の価格っていうものをまず決めることです。自分がいくら欲しいのか。で、それが高いか安いかっていうのは市場が判断します。お客さんが判断します。高いと思ったら買いません。ね、そして、これぐらいだったら私出せるな。しかも翔太さんに作ってほしいなって言うんだったら、そしたらお金をポンと払う人っていうのはいくらでも現れてくると思います。でも覚えておいてください。翔太さんが自分で決めた価格設定っていうのはイコール翔太さんの自信なんですね。イコール翔太さんの自信です。例えば1本動画制作しますよ。ね、これで300万円かかりますよ。そんなんだったら誰も頼んでくれない。でも1本動画制作を頼んで300万円かかるところの動画制作会社ってありますよ、いっぱい。それは何が問われてるかって言ったら、値段が高いとか安いじゃないんですよ。翔太さんが自分がどれだけのクオリティの動画を作れるのか。クオリティっていうお客さんの目的を、お客さんのニーズに応える動画を作ることができるのかということ、ね、これが問われてるっていうことですね。そしてまた翔太さんの自信が問われてるっていうことなんです。動画一本作るっていうのは依頼主にとってもね、写真を一枚撮るっていうこともそうですけども、動画一個撮るっていうことはね、動画で何かしら動画を使ってビジネスをしている人にとったらとっても大事なことなんですよ。その動画一本で売り上げがボンと上がってしまうこともある。それぐらい作る動画にもよりますけれども、すっごい大事なんですよ。だからそれが分かってる人はね、本当に威力を発揮する動画であればお金を出すことを厭わないと思います。で、まずね、自分が値段設定をどうするか、これを私粛するっていうことが大事です。私粛するってことが大事です。で、自分で値段を言ったら、その値段に見合ったものを作らなければならなくなるんですよ。でもこれを宣言しない限りね、どうしようかなって、いやこんなんだったら悪いかなって、でこれは逆にお客さんにとって失礼です。翔太さんが自分のね、懐事情を持って人様の懐事情を測るなんていうのは失礼なんですよ。わかります？それはね、翔太さんが値段を下げる、でこれぐらいの値段でどうかなっていうことはね、その人はこんだけしかお金持ってないかなって、これはとっても逆に失礼なことです。人の懐事情を翔太さんが勝手に決めてるんですから。
そうじゃないんです。翔太さんよりお金を持ってる人はいっぱいいます。安心してください。ね。だから翔太さんが、でも、動画の制作に対してこれだけいただいてますっていうものを言わなくてもいいじゃないですか。説得する必要はないですよ。ホームページ作って出しておけばいいんですから。ね。で、そのホームページ作って出してて、結構撮るなと。こんだけ撮るんだったらよっぽど実力あるんだろうな、力あるんだろうなと思って、ちょっとサンプル見せてくださいって言って出した時、わあ、こんな動画を作ってほしいってなったら、それで交渉成立なんです。ね。何にも怖がることないじゃないですか。それで全然お客さん入ってこないと値段下げとけばいいだけの話なんですから。けれども、とにかくね、翔太さんの問題っていうのは何なのかって言ったら、考え方を変えるんじゃないんですよ。価格を指示するってことです。いくら欲しいです言う。いくら欲しいですって言って、それを求めた人が求めているクオリティに動画を仕上げていけばいいんです。で、そうやっていくうちに、だんだん翔太さんの力がついていくんですよ。翔太さんね、考えてみてください。自分がね、本当に大事にしている動画制作、もしこんな動画を作りたいんだっていう人が会った時にね、価格の安い人に頼もうと思います？高すぎるとこも考慮すると思いますけども、ある程度強気で値段を出してくる人のところじゃなかったら、やっぱり頼めないですよ。ね、で、すでにビジネスをやってる人からすると、大体動画1本作ってこれぐらいの動画だったらこれぐらいの値段だなっていうことはもう分かってます。ですから、それよりも安すぎても大丈夫かなって。こんなんでちゃんとしたのを作ってくれるのかなって。やっぱり安かろう悪かろうなんですよ。安かろう悪かろうなんですよ。ね、高いからいいっていうもんでもないですよ。だけども動画制作ってある意味では値段があってないような世界です。けれども翔太さんがその動画を制作する、しかもそのお客さんの本当に求めている動画っていうものをきちんと作れるかどうか、それがとっても問われているところなんですね。つまり翔太さんの技術とか翔太さんの感性が問われてるんです。それに対して自分でね、自分の立ち位置がわからないっていうのはお仕事としてなかなか成立しづらいと思います。私がお勧めするのは、自分で欲しい金額を堂々と言ってみるってことですね。で、それに対して、ね、追いつかなければ、ね、満足されなければ料金いただかなくたっていいじゃないですか。ね、もし自分が制作を依頼されて制作して、そして納得しなかったら、ね、そしたら、もうお金はいただきませんとかね、そういうことだってできます。いずれにしても価格を自分で提示することを恐れている限り、翔太さんにはお金が入ってこないというだけじゃなくて、翔太さんの映像クリエイターとしての力はつきません。なのでそこは自分に対して刃を突きつけるつもりで値段をつけていくんです。その代わり自分の作る動画のクオリティとかね、それから周りと比べて見ての価格のあまりにも開きがあるとかってなるともちろん良くないと思いますけど、そんなことでかゆいところに手が届くっていう動画クリエイターというのは今ものすごく求められています。でもそれをね、ちゃんと自分で提示するっていう自信がない、それが翔太さんにとっての一番の問題なんです。自分はいい映像を皆さんの手が届く価格設定で届けたい。それはそれで翔太さんのビジネスのスタンスなので、それはそれで全然いいです。ただ私の場合、本気で自分がやることは、自分が現段階でいただけると考える最高金額をつけます。それ以外はボランティアでやります。中途半端なことはしたくないというのが私の場合自分のスタンスなので、私が本気で何かをやるという時には現段階でいただける最高金額をつける。それを買うか買わないかは皆さんが判断することであって、私が決めることじゃないんですよ。ただそうやって自分の市場価値というものを世に問うてみるっていうことの経験をしない限りビジネスはできないっていうことですね。そしてきちんと費用をいただいたら、より自分の勉強代とか
ね、それから機材とか、それからどんどん研究してスキルと経験を積んでいかなきゃいけないですからね。そういうところへどんどん投資していく。そうするとね、いやいい映像を作ってくれた、また作ってくださいという依頼が来るわけです。けれども、いやこんだけしかなかなか僕もらえないかなと思って弱気な価格設定をして、そしてどんどん今は映像の機材なんかも良くなっているんですけども、機材は相変わらず古いままね、そしてまた、コンピューターなんかも相変わらず古いまま、そうすると仕事のスピードも遅くなるし、それから映像のクオリティっていうのも今求められているもの以上にもならないしね、ということでどんどん後手に回ってしまうんですね。今私たちが商品やサービスをいろんなものを買ったりいろんなところ行ったりしますよ。だけども廃れているところとか行きたいと思いませんでしょう、ね、でもじゃあ流行ってるところっていうのはどんどんお金が回っていくんですよ、ね、もちろん、ある程度安いものを大量に売るというお仕事もあるし、そして高いお値段でそんなにたくさんアクセスして売らなくてもきちんと事業が回っていくっていう、そういうビジネスモデルもある。おそらく個人事業として動画クリエイターをやるんであればね、映像のクリエイターをやるんであれば、最初のうち一人で立ち回れるっていうのはなかなか難しいと思うので、修行期間と設定して値段を下げてたくさんの動画制作の注文を受けるということもありだし、ある程度経験を積んで自信があるというのであればね、最初からある程度の値段設定で世に問うてみるっていうのもありだと思います。いずれにしてもどう考えたらいいですかではなくて、自分がいただけると思う最高の金額をつけること、そしてそれをドーンと出しちゃうことです。そして受注が入るか入らないか、あとはお客さんが決めることですから、それを思い切って提示して「ああ高いのはもういらない」って言われるんであればそれまで。でも欲しいと言われる方が1人あるんだったら3人ある。翔太さんに頼みたいという人が3人あるんだったら5人あります。5人あるんだったら10人あります。世の中はそういうもんです。なのでどうぞいろんな動画クリエイターの方々がいろんなビジネスモデルでやってらっしゃると思うんですけども、自分の今作っているもの、提供できるものっていうのがどの辺の立ち位置なのかなっていうことを知るところから始められてはいかがでしょうか。その上でどう考えるではなくて、自分が提示できる最高の金額を出すということが、最も重要なことでないかなと思います。それができないということは自分に自信がないんです。だったら死ぬほど勉強してください。死ぬほど研究してください。命をかけたら自分の最高の金額を提示できるようになります。それをやっていくことによって必ずね、そこに響く人が出てくる。一生懸命その人に対して返していく。映像の力で。映像の力は大きいですよ。大きいです。一つの商品をヒット商品に押し上げていくっていう、そういう力を持ってます。動画はね。ですからいろんな意味でただ映像を撮るというだけじゃなくて、お客さんに何を求められているのかということをぜひ考えてね、そして映像を使ってただ映像を納品するんじゃなくて、お客さんが求めていることを映像の力を使って助けていく、そういうつもりで映像クリエイトをしていくとね、きっと自分の思う最高の金額をつけられるクリエイターになるんじゃないかなと思います。応援しています。頑張ってください。